ミューバンのステージでスキズ先輩の S クラスのカバーをしたネクスジがヤバすぎ最高鳥肌もの。しかもミラクと共演。意味わからんくらいかっこよくてエモエモなネクスジを味わい尽くしましょう。ネクスジとストレイキッズといえば言わずと知れた JYP の先輩後輩の関係。ストレイキッズ以来約6年ぶりに JYP が送り出す新ボーイズグループとあって、ネクスジのお世話をとても良くしてくれるスキズ先輩、ありがたいですよね。今回はめちゃくちゃ話題になったネクスジがミュージックバンクグローバルフェスティバルインジャパンで披露したスキズの S クラスカバーについて紹介したいと思います。ニジプロ2のオーディションからネクスジを追っていた人にとって S クラスといえばとてつもなく印象が強かったステージですよね。なんならニジプロの中で一番高難易度だった曲だったのではないでしょうか。サードステージのグループミッションでトモヤ、ユウキ、ショーン、ミラクの4人で挑んだのは課題曲であるストレイキッズの S クラス。まだデビューしていない彼らにとって当時スキズ先輩の新曲だった S クラスをこなすのは超難しい。ビョレだかビョレだかもうなんて言ってるかわからないくらいサビの難易度は素人目にしてもわかりますよね。しかも脱落目前だったショーンとミラクがいたチームだったので、リーダーだったトモヤのプレッシャーは半端なかったのでは。努力して最高のステージを見せたトモヤチームでしたが、持ちぼりからの評価は悪かったという。この時ほど持ちぼりを憎んだことはなかったかも。シュも思わず持ちぼりに物申してしまいました。この S クラスのステージでの超有名な持ちぼりの名言、パフォーマートモヤは素晴らしかったです。でもリーダートモヤは少し残念ですね。これを聞いて発狂したネクスティも多いことでしょう。もう画面越しに何言っとんじゃあ、持ちぼりいいと叫んだことか。今でもこのセリフを聞くとわなわなくる。持ちぼりからチームワークと統一性が足りない理由は何だと思うかと問われると、トモヤは練習量は後悔しないくらい頑張ったので後悔はないですと持ちぼりに少し反発するような返答。ほんとよく言ったトモヤと思ったよね。少ない時間の中でここまで仕上げたのはすごい。トモヤを泣かせやがって持ちぼりめ。そしてここで同じチームだったショーンが脱落してしまうという。そんなこんなでニジプロ2を見ていた人は S クラスに色々な思いがあるんですよね。ネクスジのオーディション時から強烈なインパクトを残していた S クラス。デビューしてから先輩方の曲をカバーすることも多くなっていたので、いつか S クラスを披露する日も来ると思っていたら、来たよ、来ちゃったよ。この7人での S クラス、12月15日にみずほペイペイドーム福岡にて開催したミュージックバンクグローバルフェスティバルインジャパン。2日間にわたって開催された韓国の歌番組ミュージックバンクの年末スペシャルイベントで20組のアーティストが出演。その中に新人アイドルのネクスジがいるだけでもすごいっていうのに、この日披露したのはナンリナハードからのネクストゼネレーション。まさかの3曲のパフォーマンスで会場は大盛り上がり。しかしステージはこれだけでは終わらなかった。スペシャルステージで披露したのはファン待望の S クラス。しかも S クラスの歌詞の後半、チャンビンのパートでストレイキッズのワードが入る部分があるんですが、しれっとストレイキッズからネクスジに変えて歌っているんです。おいおい何しちゃってんの。抜かりないぞ、そういう小技大好き。ニジプロの涙の S クラスからわずか1年余り。こんな大きなステージでまた S クラスを披露することができるなんて大号泣すぎる。しかもスキズ先輩もミューバンに出ていたので、本人たちの目の前で披露するという。すごいよネクスジ。そしてステージ後に投稿された集合写真。キュイとハン先輩が隣で顔が似すぎてるし、もういろいろとご褒美すぎて心臓打ち抜かれそう。ネクスジと並ぶとお兄ちゃん感たっぷりになるスキズも最高にいい。ネクスジも数年後にはスキズ先輩のようなお兄ちゃんグループになるのかな。それもまた楽しみすぎる。そしてさらにこのミューバン、スキズ先輩だけではなくヌエラとしてデビューしたミラクも出演していたんです。こっこれは超絶熱い。ミューバンのホームページでもネクスジとヌエラが横並びに。ギャー泣ける。ニジプロ2で S クラスを披露した時に同じチームだったミラク。最終審査で惜しくも脱落してしまったミラクですが、その後グローバルアイドルデビュープロジェクトメイクメイト1を通してデビューを勝ち取ったんです。メイクメイト1のオーディション中でも
S クラスを完璧に踊るミラクにオーディションメンバーもびっくりしていたシーンがあり、そりゃそうですよ。ニジプロであれだけ必死にやったんだもの。センターで堂々とパフォーマンスするミラク。これ見て泣かないネクスティいます。このシーン、ほんとファン大歓喜ですよね。ニジプロ2からの S クラスのつながり、ファンにとってもオーディションメンバーにとっても思い出深い曲なんです。ミーターはデビューおめでとう。早くネクスジメンバーと絡んでほしい。そして今回のネクスジの S クラスが SNS で話題となり、運営様からダンスプラクティスも投稿されるというネクスティにとって最高のプレゼント。アザース。こうして見るとダンス経験のない5人が悪目立ちせずに、むしろめっちゃ上手に踊っていることがさすが虹の奇跡と思わせる。すごすぎますよね。オーディション時から数えて約2年。ダンス未経験で2年くらいであんな大きいステージで堂々と S クラスを踊れるものなんでしょうか。5人ほんとすごすぎる。かっこいいよ。かっこよすぎて完璧すぎるネクスジの S クラス。X での反応がどうだったのか気になりますよね。ネクスジくんたちの S クラスのダンプラ見てたんだけど、ここからのダンスが怖いぐらい揃ってて鳥肌。デビューしてまだ1年経ってないのに本当に7人います。テレベルの足音で見てて気持ちよすぎるので、ぜひ全人類見てください。鳥肌立った。ダンスのキレ、一体感、タイミング全てがここまで合うグループありますか？サードステージで悔しい思いをたくさんしたはずのもやゆきがデビューしてアイドルになって、今度はネクスジとしてたくさんのお客さんに囲まれて、さらにレベルアップした S クラスを7人で披露してるの本当に泣ける。ニジプロで S クラスした時は動きのタイミングとダンスのラインが合ってなくて統一性が足りないって言われてて、次チャンスがあればもっと振りを合わせるって言ってたともやくん。動きもラインも統一性すごいよ。大泣き。やっぱりデビュー前からネクスジを追っているファンにとって S クラスはかなり特別な曲。X の投稿からも感動が伝わってきますよね。ありがとうネクスジ、最高すぎる。結成して1年が経つネクスジですが、大きなステージにも立つ機会が増えてますます今後の活躍が楽しみですよね。先輩方のカバー曲も披露しつつ、ネクスジのファーストミニアルバム「ナンリナ」も話題になってます。退屈な世の中にネクスジが新しいムーブメントを起こすという意味を持つこの曲の通りに、今後も盛大に盛り上げて一層ネクスジを応援しちゃいましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。